身長155で、体重42キロ。バストは80何とかでした。やっぱりはめ撮り系が多いですね。美容整形とか。500万くらいはいってるんじゃないですかね。お金の未払いとかはありました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。またお名前と年齢を教えてもらっていいですか？リサです。年齢は27歳です。リサさんは今は社会人にはい。どのような仕事をやられてるんですか？事務職をしてます。で、事務職やりつつ、同人 AV モデル。はい。なるほど。その同人 AV モデルって具体的にどういったことをされてるんですか？普通の AV と変わらないような気がします。その写真撮影とかじゃなくて、写真撮影もしたりしてます。同人 AV 業界に入ったのって、おいくつぐらいの時なんですか？3年くらい前。？3年ぐらい前。なんで、同人 AV を知ったんですか？もともと友達と一緒にやってました。友達も出演するみたいな。出演は別なんですけど、はい。同人 AV やってる子がいて、それで誘われて一緒に始めました。私の売りここですみたいなのって教えてもらえますか？私のスタイルの良さで売ってます。スペックっていうんですか？は教えてもらっていいですか？スペックは、スペックで言うとあんま高くない。身長がそんな高くないので、113とかです。身長155で、体重42キロ。バストは80何とかでした。ちょっと、詳しくは忘れちゃったんですけど。今仕事されてるじゃないですか。はい。結構見バレって気をつけてます？気をつけてます。じゃあ誰も、その同人 AV リサさんやってるっていうのは知らない？まあそうですね。友達以外は知らないと思います。初めての撮影とかって覚えてます？はい、覚えてます。それどういう撮影？メンズエステ系の撮影で、特にハメ撮りみたいな感じのはなく、普通にマッサージをしました。3年ぐらい前から始めて、何本ぐらい出てます？数えたことないですけど、2、30くらいはもういってるんじゃないですか。めっちゃ出るんですね。撮影したい人が X で連絡してきて撮るみたいな感じで。そうですね、DM で見て、こういう撮影多いですみたいな。普通の撮影が多い、普通のノーマルな。もちろんセックスするじゃないですか。はい。それゴムありゴムなしとか、そのリサさんの中で決めてるものとかって。お互い安心できる検査表とかをしたりすれば、生でも出るときはあります。じゃあリサさんはピル飲んでる？そうですね。はいはいはい。相手の人が生希望で、じゃあ政権持ってきます、みたいになった。それって結構信用できるもんなんですかね？その時に身分証とかを提示してます。私の方も、出演契約書で提示が必要なので、お互いに身分証見せ合ってます。はいはいはい。もともと、そういう性的な職業に勤めてたりとかは？昔、バイトで、やってました。
何やられてたんですか？リフレとか、本番がないお店。で、じゃあ別に、そういう性的な仕事に関しては、その、同人 AV モデルやるときも、あんま抵抗はなかったみたいな。もともとそうですね、やってたので、特に抵抗はなくて。はいはいはい。ちょっとこれ怖いな、これだけは気をつけようみたいな、やるとき。見バレはもちろんだと思うんですけど、それ以外に。やっぱり病気とかですかね。一番気をつけたら病気もらっちゃったりするのが怖いのはいはいはい。で、気をつけてます。ありました病気。軽いものだってありました。例えば、クラミジアとか。はい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 。え、それだと、絶対あの撮影のあの人だとかってわかるの？そうですね。そんなに私、撮影期間、いろんな人と一気にやってるわけではないので、大体ははいはいはい。特定できちゃうかなって感じです。そうね、軽い性病になったとしても、なんか相手になんか言ったりとか。は特に言いませんでした。生の撮影もあったり、なかったりなんですけど、多いのって何ですか？やっぱりハメ撮り系が多いですね。はいはいはい。結構おとなしい、おっとりした感じじゃないですか。で、その撮影者さんに、こういう感じでしてって言われたら、まあそうするみたいな。はい。そう、演技するの結構好きですか？まあ、好きではないですけど、まあ、言われればって感じ。なるほどです。その同人 AV モデルをなんで始めたんですか？やっぱお金が欲しくって、でもまあ会社員もしてるので、長い時間働けないので、結構手っ取り早くというか、時給換算すると、いいやつやりたいなと思って、それで始めました。今の仕事だけだとちょっと足りないなっていう。そうですね。結構あれじゃないですか、同時 AV やってると、その、普段のお仕事より稼いじゃいません？超えちゃった時もありました。でも、その、仕事は辞めない。はい。リフレとか過去にやってたり、同人 AV モデルとかやってたりして、そのリサさんがセックスするのが好きとかそういうのは？まあ、好きではないです。ぶっちゃける。好きではないけれども、まあ、手っ取り早く稼げるから、はい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 。そんないろんな撮影の中で過去にトラブルとかってありました？お金の未払いとかはありました。お金の未払いって、その場で払うんじゃないですか？その場で払う払い方と、はい、動画の収益から50%、50%の折半ではい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 。渡すっていうことも結構あって、まあそれで結局、動画販売せずに連絡取れなくなっちゃったっていうことが過去にありました。そういうのあってからは、もう、ちょっとそういう契約は気をつけようみたいな。まあそうですね。本当に信用できる人だけにしようってことで。今その会社勤められてて、同人 AV モデルもやってて、結構稼げるじゃないですか。はい。その稼いだお金っていうのはどういうのに使ってるんですか？結構美容整形とか、いくらぐらい稼いでるんですか500万くらいはいってるんじゃないですかね。整形を始めたのは、同人 AV モデル始めてから。まあ前もちょこちょこやってました。はい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 。でも落ち着いちゃったら、もうモデルやめちゃう感じですか？まあずっと続けるわけじゃないので、そうですね、年齢的に。ああ、はい。今20何歳で、予定ではどのぐらいで引退しようかな、みたいな。30くらい。
いろんなハメ撮りが多かったりとか、最近はインタビューものとか撮られてますけど、そのリサさんの中でこういう撮影、好きな撮影、やるんだったらこういうプレイみたいな、ありますか？こう、なんか、フェチ系というか、ああ、そういう撮影は面白いな。フェチ撮って、ちょっと詳しくわかんないですけど、足フェチとかそういう。そうです。足の裏とかも好きな人いたりとか、はいはい。あと痴漢系の撮影とか、そういうフェチ撮影をしたり、今までフェチ撮影したことってあるんですか？あります。それどういう？足の裏が多い。足裏なんですね。結構リピーターされる方って多いですか？多いです。最近近はもうリピーターの人としか撮影はしてないです。金額の話ちょっと聞きたいんですけど、例えば、ゴムありでのセックスだといくらみたいな感じなんですか？そうですね。あと、拘束時間っていうか、場所に、撮影場所ついてから退出するまでの時間で決めてます。大体何時間ぐらいなんですかね？ 2、3時間が多い。2、3時間で、じゃあ例えば、ゴムありで1回やるハメ撮りの撮影だといくらぐらいなんですか？ゴムありだと、最低で6万とかですか。で、ゴムなしだといくらぐらいになるんですか？なしだと8万とかにしてます。今までその同人 AV の撮影で、トータルでいくらぐらい稼ぎました？だいぶやってるので、1000万以上いったと思いますね。1000万は、その整形したりとか、生活費とか、貯金とかって？してます。はいはいはい。その30を目安に引退しようって思ってて、その今後のリサさんの、将来像みたいな、私こういうのやっていきたいみたいな。で、普通に結婚して、普通に、仕事は会社員の仕事を続けたいです。今、彼氏とかって？います。彼氏さんには、この同人 AV の仕事っていうのは伝えてるんですか？言ってます。それは、どういう反応？特に何もっていうか、仕事だったらいいんじゃないっていうことで。その彼氏さんは、出てる作品を見たりとかするんですか？あんまり見せるのは好きじゃないので、はい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 。作品は教えたことないです。でもリサさん自身は、どこで販売してるとかは把握してる？それは把握してます。自分がそういうことをしているのをビデオに撮られて、リフレとかやってたのとはまた別じゃないですか。撮られて販売されるっていう。そこは抵抗は？なかったです。リフレの他にライブチャットとかもやってたので、撮影というか、カメラっていうのに抵抗がなく。なるほどです。同時 AV じゃなくて、そのパッケージの AV とかはやらない？あれってあんまり稼げないです。本当にAV 女優になりたいって人だったらもう、同時にやるよりそっちをやった方がいいと思いますけど、はいはいはい。同時に出すぎると価値下がっちゃうみたいならしいので。そんなことあるんですか？そうですね。わかりました。そしたら今日インタビューこれで終わりになりますので、ありがとうございました。ありがとうございました。